絵柄が安定しない。絵柄の安定のさせ方を教えて。テーマが決まらない。テーマの探し方を教えて。っていう人たくさんいるんですけど、これ全然別に難しいことじゃないんですよ。答えはですね、3ヶ月で絵を2枚描けば解決します。10代ダックさんからの質問です。斉藤先生こんにちは。いつも添削動画拝見して参考にしております。私はイラストレーター志望の高校生です。最近絵を描こうと思ってもうまくいかないので質問させていただきます。2つ質問があるんですが、1つ目は絵柄を統一させるにはどうすればいいのかということ。2つ目は描きたいテーマはどうやって見つければいいのかというものです。私はざっくり言えばデフォルメの強いイラストを描いているのですが、参考や目標にしたい S さんが描くごとにコロコロ変わりすぎて、それにつられて自分の絵の描き方も一貫性が全くないです。なので以前、直木先生の3ヶ月上達法を試した時にも結局途中で他の描き方に目移りしダウンしてしまいました。直木先生を含めイラストレーターの方々はいろんなタッチで絵を描けてもある程度軸が定まっているような気がするのですが、これはなぜなのでしょうか。2つ目の質問についてなのですが、私は特別好きなアニメや漫画の作品、キャラクターがこれと言ってないです。またこのテーマで描きたいと強く思うものがなく、最近はただ色を置くのが好き、色で見た人を元気にしたい、可愛いものが好き程度のぼんやりした思いでなんとなく絵を描いています。周りの S さんに聞くと、みんな何かしらこういうものが描きたいんだという意思がはっきりしていて、なんだか焦ってしまいます。変な質問ですが、こういう場合何を描くのがいいのでしょうか。はい。ということで、ダクさん、ご質問ありがとうございます。このお悩み、すごくよく聞きますし、僕も若かりし頃、同じように悩んでいた時期があります。特にね、中学高校生の頃、ダクさんと全く同じ悩みで悩んでいました。僕がね、絵を描くきっかけになったのは、幼稚園の時にスーパーマリオを描くのがめっちゃ好きで、マリオのオリジナルステージを描いて遊んでいたのがきっかけだったんですが、そこからドラゴンボールにハマり、悠々白書にハマり、覇王体系リュウナイトにハマり、ストリートファイター、高校生になって寺田克也、オカマ、メビウスなどなど、僕もね、結構一貫性のない絵柄に惹かれ続けてきたんですね。なので、全然自分自身の絵柄について、統一感が生まれたことなんて一度もなかったんです。それに、絵柄が安定しないのと同時に、各テーマについても毎回悩んでいました。いやまあ、今考えたら当然ですよね。絵柄がコロコロ変わるわけですから、そこから生み出されるテーマみたいなものに、一貫性が持たせられるわけがないです。そんなこんなで、ダクさんと同じように、絵柄ってどうやったら安定するんだろう、テーマってどうやって見つけるんだろうって悩んでました。ただね、大学生になってあることをやった時に、こんなんでいいんだ、めっちゃ簡単に解決するやんってね、一発でこの2つの問題を同時に解決するやり方に出会ってしまったわけなんですね。まずはその方法についてもったいぶらずに最初に紹介しつつ、なぜそれが絵柄の安定につながるのか、テーマの発見につながるのか、順番に解説していこうと思います。この動画を見ていただければ、なんか私って絵柄全然安定しない、テーマが見つからない、才能ないのかなというお悩みをふっとばして、うおー、私の絵柄はこれだ、そうか、テーマが見つからないのって才能がないからじゃなかったのかと自信を持って前に進んでいくための推進力を得ていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。何も考えずに26枚描け。はい、もう最初に言ったように、もったいぶらずに結論言っちゃいます。絵柄が安定しない、テーマが見つけられないっていう人はですね、とりあえず26枚の連作を誰かに見せる前提で描いてください。誰に見せるのって思うかもしれませんが、それはね、もう誰でもいいです。友達でも親でも、身近な誰かでも、あとは X とかインスタとか、ネットの誰かしらでもいいです。とにかくこれは誰かに見せるための作品だという前提を持って、26枚のシリーズ作品を描いてみるんです。あとこれはですね、ある程度期間を設定した方が効果的です。そうですね、3ヶ月。できれば3ヶ月で書いてください。つまり1ヶ月に8枚から9枚書く計算です。ですね、はい、わかります。いきなりね、26枚書けって言われて、いや、無理っていうか、なんでそんなことしなきゃいけないのって、思ったと思いますが、その効果についてね、まずは解説させてください。いや、何の根拠もなくね、さすがに何の根拠もなく、僕はこんなことを言ってるわけじゃありません。実際僕はですね、19歳の時にこれをやって、絵柄を安定させて、そしてそこから今描きたいテーマを見つけられるようになったという実体験があるからです。はい。その練習法、その名も A to Z 練習法です。はい。その時に描いた26枚がこちらの作品ですね。はい。さっき皆さんにはね、3ヶ月で描くって言いま
ましたが、これはですね、僕が大学の時の大学の授業の課題で、期間はですね、2ヶ月だったと思うので、もう少し僕は早いペースでこれを書きました。で、大学の授業の課題だったので、印刷して提出する必要があったので、かなりね、書き込みも細かいと思います。なので、数が多いからといって、一枚一枚手抜きをしたというわけではなく、クオリティはね、一枚一枚しっかりと仕上げていった形ですね。で、この課題内容、どういうものだったのかというと、課題の名前がね、A to Z っていう課題でした。つまり、作品のタイトルの頭文字を A から Z まで順番につけていって、で、アルファベットの数が26個ありますから、A から順番に書いていって、Z までタイトルが付け終わる頃には、26枚の作品ができているっていう課題です。はい。ちなみにこの作品のタイトルは、ハウス、バッシュフル、セルっていう感じで、A、B、C と繋がっていますね。こういうね、連作を26枚書いてみるっていうことに、大きな意味があるので、タイトル自体はね、そんなに大事ではないです。なので、細かく見ていったら、突っ込みどころがあるタイトルもあるんですが、僕は19歳の時にこれをやって、絵柄ってこうやって安定させるんだ。テーマってこうやって考えるんだ。っていうことを身をもって体験したわけです。はい。ちなみにね、僕の絵が今とかけ離れているので、玉美時代の友達に連絡したところ、友人 S 君の A to Z 作品も見せてもらうことができました。彼もですね、今、プロとしてゲーム会社でアートディレクターをやっています。その頃からね、すごく精力的に作品作りをしていた彼だったんですが、多分ですね、その彼も26枚短期間で仕上げるのは、多分ね、めちゃめちゃ大変だったと思うんですよ。なのでね、すごく苦労して、この26枚仕上げていましたね。いやー、懐かしいですね。もちろんね、彼は今の方がめちゃめちゃ絵は上手いんですが、こうしてみると、確かにこの頃に絵柄の根本が出来上がったような感じがしますね。短期間に数を書くことで絵柄は安定する。でですね、そうは言っても、いきなり26枚ってきついですよね。いきなり何も理由なしに、26枚書けって言われて、はい、わかりましたとかって行動に移せる人、なかなかいないと思います。僕も当時ね、2ヶ月で26枚書けって言われた時、書けって言われた時は、よっしゃ、書いたるぜって意気込んでましたが、実際書き始めるとね、もう途方もない数なので、途中でね、結構へばっていた記憶があります。なので、ここからはちょっとですね、3ヶ月で26枚書き上げるとどんないいことがあるのかについてお話ししていこうと思うんですが、これ一言で言うと、自分でも信じられないぐらい絵柄が安定して、自分の絵柄というものをこの26枚の制作を通してはっきりと確立できていくようになると思います。ですね、僕の19歳から22歳ぐらいまでの絵柄って、こういうちょっと気持ち悪い絵柄なので、もしかしたらね、この作品の絵柄自体がダイレクトに皆さんの参考にはならないと思うんですが、僕がこの課題をやるまであんまりね、絵柄っていうもの自体が安定したことがなかったんですよ。女の子のキャラを描いたり、可愛い小動物を描いたり、おじさんを描いたり、おばさんを描いたり、結構ね、絵柄自体があっちこっち行ってたんです。ただ、26枚の連作を描かなきゃいけないってフォーマットが決まってしまうと、その中身をどうやって埋めようかなって決めなきゃいけないじゃないですか。で、連作ですからある程度、登場するキャラクターに一貫性を持たせて、こういう雰囲気で、線はこのぐらいの太さ、細さ、こういうラインで統一しようかなとか、一枚一枚はもちろんそうなんですが、26枚を通してどういう方向性にしようかなっていう総合ディレクション的な目線が図らずしも生まれてくるわけですよ。つまりね、ディレクション能力がここで養われるっていうわけです。これですね、おそらく漫画に似てると思います。漫画は一本作品を描くのにテーマとかキャラクターを設定して、その絵にね、一貫性を持たせるために線の太さとかをある程度統一しますし、一本の作品を通してね、同じキャラクターを何コマも何コマも描きますから、絵柄にね、どんどん統一感が生まれてきますよね。デビューしたての漫画家さんで、最初は全然絵柄が安定しなかったのに、巻が進むにつれてどんどん絵柄が洗練されて、安定していく漫画家さん多いと思うんですが、あれがね、まさにそういうことです。数をこなすことによって絵柄が安定していってるわけなんですね。イラストでもそれは同じことが言えます。描いているうちに、このメッセージを効果的に伝えるためには、もっと線を太くした方がいい。細くした方がいい。スーッとスムーズに線を描いた方がいい。いや、逆にぐにゃぐにゃっと歪めた方がいい。そういうね、ディレクション的な目線が育っていくことになります。絵柄の安定とかテーマ性の発見って、要するにね、ディレクション能力が大きく関わっているんです。ディレクション能力があ
あれば絵柄の安定、テーマの発見は上手いですし、ディレクション能力が逆になければ、この2つはね、うまくいかないわけです。ディレクション能力っていうのは作品を見渡して、方向性とか味付けをコントロールする能力と言い換えてもいいかもしれませんね。その能力がいまいちないから、絵柄やテーマ選びに悩むわけです。タクさんはね、10代ということですから、この能力が今なくても全然問題じゃありません。むしろ今からつけていくことが大事です。どうやってこのディレクション能力を身につければいいのか。その能力を育てるためには、それ専用の練習をする必要があります。つまり、今紹介した練習法、一気に26枚の連作を仕上げてしまうっていう、ちょっと荒技っぽく聞こえるかもしれませんが、この練習法がね、ディレクション能力を育てるためには、ものすごく効果的な練習法なわけです。さっきも言ったようにね、漫画を描ける人は漫画を描いた方が、ディレクション能力もつきますし、一番絵柄の安定にもつながります。つながるんですが、ちょっとそれだと人によってはハードル高いじゃないですか。イラストも話も考えて、オチも考えてっていうと、全員が全員それをできる人ばかりではないと思います。そもそもね、イラストに集中したい人もいますからね。なので、それを考えると、漫画ではそれができなくなっちゃう。そういう人もいると思うので、少しそこからはハードルを下げて、26枚の連作をとりあえず変えてみる。というのが、この練習法のやり方です。それでもね、十分な効果を得られる練習法になると僕は感じています。A to Z 練習法。さあ、それでは最後に A to Z 練習法の具体的なやり方を説明していきます。やり方といってもね、26枚、最終的には書くだけなので、ここまでの話を聞いて、特に迷いなく書けちゃうよっていう人は、早速ね、もう書き始めちゃってもいいんですが、そうは言っても短期間にいきなり26枚はきついっていう人もいると思うので、少しね、その心理的負担を減らすためにもね、比較的楽に26枚をこなすためのヒントも同時にお伝えしようと思います。はい、まずですね、スケジュールをざっくり切ってみました。このスケジュールに沿ってやっていけば、3ヶ月でこの練習法を終えられるという予定表です。結構ね、ギチギチのスケジュールになってますが、これが一生続くというわけではなく、あくまで3ヶ月で絵柄を確立するための強化期間だと捉えていただければいいと思います。最初の月がね、9月ってありますが、当然いつ始めても大丈夫です。まず僕がおすすめするのは、最初の2週間。ここについては準備期間に使うやり方です。いきなり見切り発車してもいいんですが、この練習法でつけていきたい能力は、ディレクション能力。つまり、全体を見渡しながら、このテーマに最適な絵作りをしていくこと。それを通して、あなたの魅力的な絵柄を確立していくことですよね。なので、最初の2週間についてはですね、悩んでみてください。こういうテーマで作品を26枚書き上げたら、ものすごく魅力的な作品群になるんじゃないか。人をワクワクさせることができるんじゃないか。あるいは自分が一番ワクワクできるかもしれないな。というテーマを何個か書き出してみてください。例えばスーパーヒーローを26体書くでもいいですし、髪型違いの可愛い女の子を26人書くでもいいです。あるいは人じゃなくても、小さなクリーチャーを26体書くでもいいですし、あとは自然風景でもお花でも全然いいです。その中から一番これだと気持ちにフィットするテーマを選んでみてください。この先一生表現していくわけではなく、とりあえずはね、3ヶ月だけなので、そんなに重くなりすぎずに、これだというものを選んでくださいね。で、大事なのが、絵柄の確立が目的なので、自分の今目標にしている絵柄とかけ離れたテーマを選ぶのは当然ですが避けてください。例えば、かっこいい男の子の絵柄を確立したいのに、綺麗なお花だけをね、26枚描いても、当然かっこいい絵柄の獲得には至りません。そこはね、しっかりと考えつつ、テーマを選んでみてくださいね。今回僕はね、果実少女を選んだ想定にします。そしたらですね、ここは2週間かけていいです。まずは簡単なオーラフを26枚描いていきましょう。こんなアイディアで描くぞっていうあくまでね、設計図なので、白黒の線画で簡単な走り書き程度で大丈夫です。ここでのコツは、枠は正方形にしてください。そしてこのように絵を3枚並べて描いてみましょうってことです。これはなぜなのか順番に説明すると、まず正方形にする理由は、その方が比較的簡単な絵にできるからです。よくですね、こういう練習法をしようとすると、ひたすら自分のハードルを上げまくってしまって、あれも描こう、これも描こうってね、1枚に詰め込みすぎてしまって、途中でパンクして最後までやりきれない人が出てきます。でもね、それは本末転倒です。最後までやりきって初めてこの練習法は効果を上げますので、まずは何よりもね、やりきらなければいけません。そのためには、できるだけハードルは下げた方がいいです。絵をね、こう長方形にしてしまうと、1枚に詰め込める情報
報量が飛躍的にアップしますので、1枚に描くのに時間も労力もかかってしまいます。それを避けるために正方形にしましょう。次に3枚並べる理由ですが、これはね、絵柄を確立するのに非常に役に立ちます。普通は1枚1枚描いていくところを、こうやって3枚並べて描いていくことで、図らずしも隣同士、見比べながら描いていくことになりますよね。そうすることによって、前回はこの線の太さで描いたから、今回も揃えようか。逆に、ちょっとここだけ改善して細くしてみようか。っていう作戦を立てやすいっていうメリットが発生します。もちろんね、完成したら1枚1枚分けてデータを作ってもいいですが、この練習法で描いていくときには、このように3枚1セットで進めていくのがベターです。さあ、枠ができたら、さっきも言ったように簡単なオーラフを描いていきましょう。こんな風に、だいたいこんな感じ、みたいなのを書き入れていくといいです。なんならね、絵じゃなくて、もう文字とかでもいいですね。僕はね、果実をテーマにしたので、色のバランスを取るために、果実だけには色を塗りましたが、基本的には色を塗らずに、白黒だけでも全然 OK です。で、ここでもコツなんですが、さっきも言いました。ハードルはできるだけ下げるのがコツです。全身描きたいとか、背景もしっかり描きたいとか、見栄えがするようにエフェクトもがっつり乗せたいなど、いろいろね、欲望は湧いてくると思うんですが、ストップです。ここでは自分が本当に描きたいものだけに集中してください。つまり、僕の場合には、果実少女を描くって決めてますので、アングルはもう少女の上半身だけに固定して、背景も描かないと決めています。描いてもね、ベタ塗りで色を塗るぐらいでしょうか。ここまでを最初の2週間でやりましょう。時間が足りなかったっていう人は3週間かけてもいいです。滑り出しがね、大事なので、時間をかけてもいいので、しっかりとね、自分が今、この3ヶ月を共にするテーマを選んでみてください。そしたら次の3週間、ここからが本番です。次の3週間でやってもらいたいのは、今描いた3枚の絵を、とにかく自分が今納得できる形に仕上げてみてください。あらかじめ言っておくと、この最初の3枚を仕上げるのには、他と比べてね、結構長めに時間をとっています。他の絵は1枚3、4日で仕上げてもらう想定でいますが、この最初の3枚は1枚につき1週間時間をとっています。なぜそうしているのかというとですね、要するに納得いくまで絵柄を模索してみてほしいからです。例えば今お見せしたように、一度こんな感じで絵が仕上がったとしましょう。でもね、こうして並べてみると改めて発見できることがあります。絵柄を統一させるとか、テーマを揃えるっていう風な目線で見たときに、これ結構不思議なんですが、今までは発見できなかったポイントに気づくことがあるんですよ。例えば、一番右の絵はちょっと輪郭線が細くなりすぎてしまった。これもっと太くしたら絵柄の統一感が出るんじゃないだろうかってところとか、なんか真ん中の子だけ目の描き方がデフォルメ効きすぎちゃったな。もっと他の子と揃えた目の描き方にしようかな。みたいな部分ですね。3枚並べて比較した時に、そういう部分にこそ気づいてほしいので、ここはね、長めに時間をとっています。さあ、これでスタートの準備完了です。はい。ここまでね、めっちゃ長かったような気がしますが、いいですか？ここからが勝負開始ですよ。もうここからはですね、物量勝負です。最初に準備したオーラフをもとに、D から Z まで一気に仕上げていっちゃいましょう。ちなみに3ヶ月でこれをやりきるペースを考えると、3日で1枚仕上げていくと、1週間のうちに1日休みが取れる、少し余裕がある形で、全ての絵を完成させることができます。最初の日に線画を描いて、次の日に色を塗って、で、その次の日に仕上げをする。っていう感じで1枚を仕上げていくイメージですね。最初に言いましたが、この練習法は、もうスケジュールがね、かなりギチギチで、時間通りに絵を何枚も仕上げていくということを繰り返していきます。それゆえに、かなり辛い練習法にはなるんですが、辛いゆえに得られるメリットも大きいです。それは何かというと、自分なりの絵の効率的な進め方、自分なりの絵作りの仕方、自分なりの完成度の上げ方を徹底的に自分の体に、自分の脳に叩き込むことができるってことです。そうなんです。つまり短期間に自分の絵柄というものを試行錯誤しながら構築することができていっちゃうわけなんですね。そして何よりもいいのが、この練習法をやりきった時に26枚のかけがえのないあなたのオリジナル作品が生まれるというところにあります。多分ね、この3ヶ月で作ったあなたの26枚の作品は、この先あなたが一生確かな自信を持って人に見せられる素晴らしい作品になると思います。これはね、はっきりと言えます。大変ですけどね、チャレンジする価値は十分にあると思います。聞くだけでもね、少し大変な練習法に聞こえるかもしれませんが、絵柄が確立できない、テーマがなかなか見つからないという人はぜひ、この A to Z 練習法、試してみてくださいね。
以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今日紹介したやり方は3ヶ月かかっちゃうので、ちょっとそれはきついっていう人はですね、3日間で上達するやり方も紹介しています。3日だったら時間が取れる、やってみたいっていう人はですね、ぜひこちらの動画、超有料級イラストが3日で上達する方法をご覧ください。3日間で絵の上達を実感していただけると思いますよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。